、皆さんこんにちは。手作りの服の型紙ショップミラミラです。ミラミラでは、チワワなどの小型サイズからセントバーナードなどの、超大型サイズまで17サイズの型紙を取り揃えており、タンクトップや T シャツなどの基本のデザインから浴衣やワンピース、つなぎなどのデザイン性のあるデザインまで44デザインのオリジナル型紙をネットショップで販売しています。ダウンロードでも販売していますので、作りたい時にすぐに型紙とレシピが手に入るのが好評です。普段は各サイズの型紙と作り方動画付きのレシピを販売しているのですが、今回は初の試みとして新作のエプロンスカートの作り方をレシピの代わりに音声で解説した動画にしましたので、一緒に見ながら作っていきましょう。それともう1点、いつもと違う部分があります。それはいつもは着丈が長いミニチュアダックスや着丈の短いフレンチブルドッグなどは特別に DS サイズ、DM サイズ、FBS、FBM、FBL サイズと別で型紙を作っていたんですけど、今回は胴回りのサイズを基準としてサイズ中にロング丈とショート丈、普通丈の型紙が入っています。ダックスやコーギーなどのサイズとして SS から 2L サイズにはロング丈が入っています。でトイプードルなど胴の長い犬種もロング丈がいいかもしれませんね。なので、胴回りサイズに合わせて SS から 2L サイズの中から選んでいただき、型紙に掲載されているロング丈の型紙を切ってお使いください。フレンチブルドッグの方は L サイズから 3L サイズにショート丈っていうのを掲載しておりますので、こちらも胴回りサイズに合わせて購入し、ショート丈の型紙を切ってお使いください。こういう感じですね。普通のやつにロング丈っていうのが入ってますので、これは S サイズなので、例えばダックスとかトイプードルとかちょっと胴の長い子はこのロング丈っていうのを使ってください。その他の S サイズの胴回りで、普通の着丈の方はこの何も書いてないロングとか何も書いてないやつを使ってください。同じようにフレンチブルドッグはショート丈っていうのが書かれている型紙がありますので、そっちを使ってください。で今回作る服、これですね。エプロンスカート、こっちがロング丈でこっちがショート丈になります。で例えば生地が変われば雰囲気も全く変わってきます。こういうものやこういうメイド服みたいな感じにもできますので、好きな生地で作ってみてください。じゃあ早速始めましょう。まずは、型紙を購入したら、着丈で先ほど説明した、型紙を選び切り取ってください。大きいサイズの場合は貼り合わせが出てきますので、のりしろで貼り合わせてください。そしていつものレシピの準備編だけ掲載したレシピがありますので、それを見ながら材料を揃え生地を裁断してください。この動画で使っているレースはミラミラショップでも販売していますのでチェックしてみてくださいね。はい、じゃあそれでは始めましょう。はい、ではまずは、胸当てに、レースをつけていきます。
で、今回ちょっと表地と裏地を同じ生地にしてるんですけど、まあどっちかを表地として選んでもらって、でレースですね、今回こういう伸びるやつ使ってます。こういうのでもいいし、まあ、こういう幅広でもいいです。好みに合わせてつけてください。で、端からレースの表裏確認してつけていきます。で、縫い代1センチで縫うので、こう縫い代1センチで縫った時に表に返した時にこういい感じにレースが見えるようにしてください。これみたいに幅の狭いレースの場合は十分フリル出るようにちょっとこの縫い付ける位置をこういう感じでちょっと調整して、ちょうど縫い代1センチのところで縫った時にこうピッて出るような感じでしてください。これみたいに幅広い時はまあちょっと調整難しければもう布端に合わせて折り返しても十分フリル出ます。そこら辺は加減して留めていってください。ニットの時はこの伸びるレースがいいですね。伸びるレース使う時はレースちょっと引っ張って伸ばしてしまわないように注意してください。カーブはこまめに待ち針で留めます。留めました。余分なレースを切っときます。はい、じゃあ縫っていきます。これ仮留めなので布端から5ミリぐらいのところを縫っていきます。ちょっと今回ちょっと伸びるレースなのでレース面下にして縫います。
。はい、次は背当てですね。同じようにこのレースをつけていきます。余分な手を切り落として、先ほどと同じように端から5ミリのところを縫います。これもちょっと伸びるテープなので裏から縫います。ました。次にこの肩紐縫い付けていきます。で今回はこういう伸びる肩紐にします。で、こっちにつけた時は片っぽだけフリル、テープの片側だけフリルだったんですけど、肩紐の場合はテープの両側がフリルになっている方がいいと思います。他にもこういう両側がフリルになっているやつがこういうの、こういうのとかいろいろあります。これも伸びる。で、肩紐の場合は、ワンちゃんの体にフィットするように伸縮する方が多分結んだ時に体にフィットしやすいと思います。伸縮するやつにちょっと挑戦してみてください。で、長さに関してはワンちゃん、レシピの方に長さ書いてますが、ワンちゃんに着せた時にその結んだ時に可愛い長さで、切ってもらって大丈夫です。
なのでちょっと長めに切っといて、で実際着せて長さ決めるっていうのがいいと思います。では縫い付けていきます。で、合い印があるはずなので、ちょうど合い印のところに来るように留めます。で、端を仮止めします。で、リボンの反対の端ですね、表裏似たようなリボンの場合はねじらないように気をつけて、こっちですね、こうなるので、こっちが表として裏側に三つ折りしてこう縫い留めます。これはミシンでもいいですし手縫いでもいいです。で、先ほど言ったように着せてから長さ調節してから縫い留めるのでも全然大丈夫です。こういう感じでちょこっと縫い留めて三つ折りにする。同じように反対の肩ひももやります。はい、これで、両方肩ひもをつけれました。で、次に裏地ですね。胸当てと背当て両方ですけど、裏地を中表に重ねます。で、縫い代1センチで縫っていきます。で、この時に先ほど縫ったこの肩ひもは間に挟まるようにしといてください。待ち針で留めて縫っていくんですけど、この間に挟まったこの肩ひもを一緒に縫ってしまわないように注意してください。あと、幅の広いレースを縫い付けてる場合は、このレースが中で折れてたりとかタックになってたりとかしないように気をつけてください。
はい、じゃあ縫っていきます。縫い代1センチです。同じように背当ての方も裏地と中表になるように重ねて待ち針で留めて縫い代1センチで周囲を縫ってください。はい、では縫えたので表に返していきます。で、カーブきついところとかをちょっと切り込みを入れていきます。端から5ミリぐらいのところ、カーブきついところはちょっと切り込みの間隔を狭めて切り込んでください。こうすることで表に返した時に縫い代がごわつくことを防げます。で、次にひっくり返す前にアイロンで縫い代を折っておきます。ちょっとこれ同じ生地なので分かりづらいですが、裏面側、裏地側に縫い代を倒してアイロンで型をつけておきます。そしたら表に返します。で、アイロンでもう一度折り返してしっかりと形を整えます。
で同じように背当ても切り込みを入れて縫い代を倒してアイロンして表に返してもう一回形を整えてください。胸当てと背当てができました。次にこの端、今のままだとちょっとパカパカするので端を縫い留めていきます。でこれを表から縫います。でこれ留めていくんですけど、アイロンの時点でこうきっちりとこう折れてることを確認してください。ではちょっと折りが甘くってこういう風にこうペラペラってなってないか確認しておいてください。ちゃんと出来上がり線で折れてるのが綺麗です。縫っていきます。この布の端から1ミリから2ミリ程度のところを縫っていきます。端から均等の距離保って縫っていってくださいね。です。こんな感じで端から均等な距離でダーッと全部縫えると綺麗ですね。同じように背当ても縫ってください。
次はスカートを作っていきます。スカートのこの両端の縫い代1センチを三つ折りにします。1センチとか分からなければアイロン定規など使ってください。で1センチを折り返したら、次はそれをまた半分に折って三つ折りにします。待ち針で留めます。で同じように反対も三つ折りにします。では縫っていきます。布を三つ折りしてるので1センチの縫い代なので、布端から3ミリか5ミリぐらいを目指して縫ってください。できれば、表から縫った方が綺麗ですので、できる人は表から挑戦してみてください。同じようにこちらも縫ってください。次は、スカートの裾三つ折りしていきます。で裾の縫い代はちょっと広めに取ってるので、型紙で確認してください。で、スカートの上下間違えないように気をつけてください。普通で見たらこんな形がスカートかなって思いがちですが、ギャザーになるのでこっちが裾です。まずは出来上がり線に合うように折ります。カーブがきついんで折りづらいかもしれませんが、ちょっと立体をイメージして折ってください。で次にそれをさらに2つ折りします。で折れたら待ち針で留めてください。
では縫っていきます。端から、8ミリぐらいのところを縫ってください。でこれも表から縫った方が綺麗だと思うので、表から挑戦してみてください。無理なら裏から縫ってください。はい、縫えました。次にエプロンの縫っていきます。でまずはこの周囲カーブしているところにこのリボンを縫い付けていきます。生地の表側にレースの中表にですね配置します。で、待ち針で留めていくんですけど、縫い代1センチで縫い付けていきます。で縫い付けていったらちょうどこういう風にレースの端が裏に折り返した時にきれいに出るようにしてください。なので、幅が狭い時はもうちょっと1センチの縫い代で縫った時にきれいに出る位置になるように位置をちょっとずらして待ち針で留めていってください。カーブはちょっと多めに待ち針を留めておくと縫いやすいと思います。余分なテープを切ります。はい、では縫
縫っていきます。縫い代1センチです。はい、縫えました。次に先ほど縫った縫い代をジグザグミシンかけていきます。ロックミシン持ってる方はロックミシンで縁を上がってください。ですね。次に、先ほど縫ったこの縫い代を裏に折り返します。でアイロンで形を整えてください。で待ち針で留めておいてください。はい、じゃあ縫っていきます。この裏のこのペロッとなってる縫い代、これを押さえたいので、端から5ミリから
7ミリぐらいの間で縫うといいと思います。できました。次はエプロン布とスカートを縫い合わせます。でスカートに合い印ついてるはずです。そこがエプロン布の端がきます。で反対にも合い印ついてるはずです。レースの端ではなくてエプロン布の端が来るはずです。でまんべんなくなるように待ち針で留めてください。長さ合うはずです。では縫っていきます。でギャザー寄せますのでこういう感じで、なのでギャザーを寄せるようにして縫っていきます。でエプロン布がついているところだけ縫います。2本縫い代に2本ステッチを入れます。縫い代1センチなので、端から8ミリ程度のところと5ミリ程度のところでいいと思います。糸は長く伸ばしてもう1本縫います。じゃあギャザーを入れたので縫ったのでギャザー入れていきます。ホワイト2本引っ張ってでこのベルトの型紙の脇って書いてる合い印にスカートの端が来る。でもう一本の合
合い印にエプロンの端が来る長さになるように引っ張ってください。長さがあったら紐を結んどいてください。次にベルトを作っていきます。ベルト2本あると思います。中表にして縫い代1センチで縫います。で縫い代は割ります。でもう1本同じように作りますが、今度はベルトにゴムを通すので、ゴム通し口を開けたまま、だいたいこの間ゴム通し口にしますので、ちょっとだけ縫って、また次飛んでちょっとだけ縫うっていう感じで縫い代1センチで縫ってください。また縫い代を割る。そうするとちょうど真ん中にこう寄って穴が開きます。でこれでもう一本内側のベルトですね。穴開いてるのが内側のベルトで、穴開いてないのが外側のベルト、表側のベルトです。はい、次はこのベルト、先ほど作ったベルトにこの背当てと胸当て縫い付けていきます。で、表のベルトですので、この穴開いてない方ですねを使ってください。でちょうど縫ったところが前中心にきます。なのでこういう感じですね。で合い印ついてるはずです。で、この合い印輪からの合い印にこれ後ろなので、ちょうど後ろの背当てがこうきます。で前中心からの合い印に胸当てがこうきます。なのでこういう形で置いて、で合い印ありますので中表です。輪の方の合い印に背当て。
背当て、胸当てが、表裏逆にならないように注意してください。こうなった時にちょうどちょっとこれ逆ですが、縫い付けた後ベルトがこう下がるんですけど、その時にこの肩紐が裏側に縫い付けられているようにしてください。まずは合印の位置で両端留めます。で、残りの箇所も留めていってください。同じように胸当ても表裏確認して、表とベルトが中表になるように合印の位置に配置して留めます。縫い代は割る。はい、こんな感じです。では縫っていきます。縫い代1センチです。レースの端から端まで縫います。次はスカートをまたベルトに縫い付けていきます。今縫ったのがこういう感じなので、スカートはこう背当て側についててほしいですね。まずは中表で、こちら側にもベルトに
合い印ついてますので、スカートの端とこのスカートの端とエプロンの端、そこに合わせて待ち針で留めてください。でギャザーが均等になるように調節して残りを待ち針で留めてください。ウエストにゴムが入るのでめっちゃ厳密にギャザーを均等にっていうわけでなくても大丈夫です。あんまり偏らないようにだけお願いします。長さぴったり合うはずです。はい。はい、表ベルトが留めれたら次は裏のベルトをですね一緒に留めます。裏のベルトはこの真ん中が穴開いてる方ですね。でまたこちらも合い印があるはずなので合い印上下確認をしてください。はい、で先ほど留めたスカートを挟むようにして中表で留めます。でスカートのない前側のベルトもうぐるっと一周待ち針で留めていきます。先ほど留めた待ち針をもう一回外して裏ベルトと一緒に留め直してください。スカート側は表ベルトがあってスカートがあってで裏ベルトがあるはずです。でぐるっと一周待ち針で留めます。はい、こんな感じですね。留めれたら一周縫い代1センチで縫います。
ました。すると後ろはこんな感じ。背当て、ベルトでスカートでつながってるはずです。で前は前のベルト、表とで裏のベルトが続いてる、こういう感じの出来上がりです。はい、じゃあ次にベルト、裏のベルトの端を1センチ裏に折ってアイロンで型をつけていきます。1センチ折ったら次はこう表から見ると裏のベルトがあるのをちょうどこの縫い線、縫い合わせのところで裏ベルトを裏に折り返します。すると表から裏ベルトが見えない。で裏ベルトは折るようにしてアイロンで形を整えます。でこの時にこの端、ベルトの端を縫い留めていきます。今こうパカパカっと表と裏が開いてるので縫い留めていくので、裏から見たら先ほど縫い合わせたこのステッチが隠れてるようにしてください。1センチで折り返すとちょうど隠れるはずです。でぐるっと一周アイロンします。で後ろのはギャザー寄せてるので、アイロンでせっかくのふんわりギャザーを潰さないように気をつけてください。はい、1周アイロンかけました。で次に待ち針で留めていきます。次先ほど言ったように表から縫うので表から待ち針を留めてください。このベルトの裏ベルトと表ベルトの上の端留めます。
ゃんと表から留めるんですが、裏を確認してちゃんと裏ベルト待ち針ですくってるか確認しながら留めていってください。手の指の感覚で分かると思います。はい、止めれました。では先ほど留めたところを縫っていきます。ベルトの端1ミリから2ミリぐらいのところを縫ってください。はい、縫えました。じゃあ次は、同じようにこのベルトの下側も端から1ミリか2ミリ程度のところを縫ってください。
最後にこのゴム、ウエストのゴムを通していきます。でレシピに書いている所定の長さでゴムを切ってください。で、使うゴムの幅は、このウエストのベルトの部分に入る幅以内であればどんな幅でもいいと思います。で大型犬はちょっとしっかりめ、これぐらいかもうちょっと太いかしっかりめの方がいいと思います。小型犬はもうちょっと3S とか小さいのはもうちょっと細くてもいいと思います。でこの開けてる開け口から通します。で、一回ワンちゃんに着せてみて、ウエストの大きさ大きければ長さに切ってもらってもいいですし、で、細いゴム、こういう細いゴムの場合はもう結んでもらって大丈夫です。こういう平べったいゴムの場合はこういうふうに2センチ重ねて、間を縫い留めます。ゴムを縫い留めます。小さいのでやりづらければ手縫いでしっかり縫ってもらっても大丈夫です。何度か行ったり来たりしてしっかりと縫い留めてください。はい、止まりました。で中に入れる。はい。で最後にワンちゃんに着せて肩紐を蝶々結びしてください。伸びるやつならしっかり止まってなかなかほどけないと思うんですけど、もしほどけるのが気になるんだったらワンちゃんに着せた状態で長さを確定してから、手縫いなりで縫い留めてください。はい、完成です。